どうも、ベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、ジュエルについていろいろとお伝えしていこうかなと思います。このゲームって、各装備に3箇所、ジュエルをつけることができると思うんですけども、これ結構重要で、かなりバフを上げたり、あとはバフの傾向をね、変えたりすることができるので、戦闘する上で欠かせない要素になりますので、ぜひね、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思ってます。ではまず戦闘装備から、見ていきたいんですけども、ジェルに関しては、その戦闘の場合に応じて、兵隊の割合に応じて、結構違うんですよね。なので、ちょっとある程度分けてね、お伝えしていこうかなと思うんですけども、ちょっと前回の動画を思い出していただきたくて、まだね、ご覧いただいてない方は、概要欄に、このゲームの、ステータスについて、攻撃と防御と HP の関係性ですね。そこについて、お伝えした動画があるので、ご覧いただけると、嬉しいんですけども、簡単に言うと、攻撃と HP はほぼ同じ価値だけども、防御については、本当にあまり上げる価値がない。そんなところです。だいたい本当5分の1とか5分の1から10分の1くらいのね、価値しかなくて、防具ジュエルというものはね、基本的に一切使いません。この防具ジュエルを、金つけるのだったら、もう HP ジュエルの緑とか、もう攻撃ジュエルの緑とかで、もうそっちの方が、攻撃と、HP の、緑の方が強いぐらいなので、基本的に防具ジュエルをつけることはないのかなと思います。なので、戦闘時、基本的につけていくのは、こちらの攻撃ジュエルと、ゴッドファーザージュエル、それと HP ジュエル、この3種類になります。で、攻撃ジュエルは、金で攻撃力 15%、紫で 9%。ゴッドファーザージュエルは、金で 10% のチーム HP。紫で、6.6% のチーム HP。で、HP ジュエルは、金で 10% の単種の HP。紫で 6% の単種の HP になります。あと、ゴッドファーザージュエルと、HP ジュエルについてはね、出撃スピードアップのおまけがついています。この出撃スピードアップって、結構、普通の戦闘だとあんまり大きい、すごい大きくね、恩恵感じることってあんまりないかなと思うんですけども、栄養バトルとかだとね、結構優秀で、そこについてはね、ちょっと後ほどお伝えしていこうかなと思います。で、一応ね、軽く先に入手方法について、後ほどね、詳しくお話しするんですけど、攻撃ジェルは、いろんなタイミングで、入手可能で、ゴッドファーザージュエルと HP ジュエルについては、周長戦終了後の、名声交換イベントにて入手が可能になります。で、ほんと戦闘する際は、この3つ以外のジュエルはつけないので、もしね、シェルター、ごめんなさい。別荘の防御の際も、トラップ防御とか、ゲート防御とか、全く使わないので、あとビーグルですね。ビーグルなんですね、すいません。これについても、車上げたところで仕方ないので、使っていくことはね、ないのかなと思います。そのこと前提としてになるんですけど、まずミックス部隊ですね。で、この場合は、まず基本的に、この攻撃ジュエルを3つつけていきましょう。で、そのミックス編成で、少しステータスを下げても大丈夫な陛下の攻撃ジュエルを、ゴッドファーザーのジュエルに交換していったりします。あとは受ける陛下が決まっているバランスの編成だったら、合わせてね、HP ジュエルにね、切り替えていったりもします。こんな感じだったりしますね。で、ここ少しポイントなんですけど、攻撃ジュエル金より、チーム HP を上げることのできるゴッドファーザージュエルの方が、基本的に優先度は高いです。で、これってゴッドファーザージュエルの金だからというわけではなくて、紫でも、攻撃ジュエル金よりは優秀なので、ゴッドファーザージュエルって紫で、チーム HP6.6% になるんですけども、これチームなので3陛下分効果が乗るんですよ。で、そう考えると、6.6×3 で、19.8% 分の価値があるんですよね。もちろんね、ミックスでも割合の多い陛下だったり、
最後まで生き残ることができて、ダメージを出す役割の、陛下の攻撃バフ、攻撃ジュエルだったら、15% 以上の、仕事してくれるんですけど、逆にそうではない陛下だと、実質的にね、15% 以下の、仕事になってしまいます。ますので、ゴッドファーザージュエルつけていったり、あとは、前衛の陛下が、決まっている場合は、その陛下の HP ジュエル、つけていくのもめちゃめちゃありです。その受ける陛下の HP って、この 6% でも、それって戦闘終盤までずっとその陛下で受けることを前提としてるんだったら、攻撃 15% よりね、全然価値があるので。もちろんこれその陛下じゃなかったら、その HPGL って、無駄になってしまうので、難しいところではね、あるんですけど、本当受ける、逆にこっち攻めるときですよね。攻めるときとかだと、事前に編成って決めれるんで、そういうときはね、HPGL つけていくのもね、結構いいのかなと思います。ただね、ここは兵士構成だったり、装備によっても、変わってくるので、非常に難しいところではあるんですけども、あくまで、ベースは、各陛下の攻撃ジュエルを3つ。いずれかに、ゴッドファーザージュエル、攻撃ジュエルを3つつけた後に、いずれかのジュエルとゴッドファーザージュエルを差し替える。そんなイメージでね、いいのかなと思います。あとはミックスといっても2陛下の場合ですよね。例えば、シューターバイカーとかであれば、シューターとバイカーの攻撃ジュエルつけて、ゴッドファーザージュエルか、前衛の陛下の、HP ジュエルつけていったりしますね。あとはあれですね。その2種でも、一つにめちゃめちゃ寄ってるんだったら、じゃあもう、シューターに8割を捨てた、シューターバイカー構成だったら、もうこんな感じ、シューター受けかつ、シューターに8割寄ったとかだったらもうこんな感じでね、やってもいいのかなと思います。ですね、HP と、シューター HP と、シューター攻撃と、ゴッドファーザーですね。で、あとは最後に単種なんですけども、単種はね、もう単純で、もうその陛下の、もう今の状態ですね。攻撃ジュエル、HP ジュエル、ゴッドファーザージュエル。一応、州長戦未開催の場合だったら、HP ジュエルとゴッドファーザージュエルの代わりに、防御ジュエルつけたりっていうのも、ありといえばありなんですけど、最初言った通り、そんなに、防御ジュエルつけたところで変わんないので、基本的には、州長戦一回経験して、交換できた後だったら、もう、つけるジュエルね、この3つに決まってくるのかなと思います。で、あと先ほどのね、ミックスの場合にも、関わってくる話なんですけど、金が8つ揃うまでは、紫と青に分解して使っていきましょう。ジュエルってなかなか集めるの大変じゃないですか。特に HP ジュエルだったり、ゴッドファーザージュエルって、州長戦でしか手に入らなくて。なので、無理にね、金で使っていくのではなくて、紫以下でもね、ちゃんと活躍してくれますし、もう、青でもね、ほんと十分に活躍してくれるので、分解して使っていくのがいいんじゃないかなと思います。最初もさっきお伝えしたんですけど、本当ゴッドファーザージュエルとかって、もう金の攻撃ジュエルより、紫の方が強いんでね。ここ結構、勘違いされている方多いので、今回の動画ね、一つ参考になれば嬉しいなと思います。あと本当攻撃ジュエルとかもね、例えば金5つ持ってて、例えばじゃあ金の、ギャン攻撃が5つあったとしたら、じゃあ 4つは金で使って、1つは分解して紫を押すとしてね、使っていけば、ここで5つ金とし、5つとも金として使って、その分ね、空いた JL 枠に、あげたくない、別に、その時に別にあげたくない陛下のステータスの JL つけても仕方ないので、ちゃんと結構分解していくってのは大事なのかなと思います。で、戦闘装備以外なんですけど、インベスターには、こちらの投資ジュエル。で、チャレンジャー装備については、個人的に正直、そんないらないかなと思ってます。一応 VIP16 の装備データ記録が、開放されてて、速度を求めるのであれば、
HPGL と Godfather GL、つけていく方もいるんですけど、該当はしゃがり、別にそんな急いでんだったら横付けすればいいだけなので、そこまでね、絶対に、絶対につけるということは別に必要ないのかなと思ってます。あとはチャレンジャー装備で寝落ちちゃった時のことを考えて、攻撃ジェル余ってるんだったら、それつけるのもね、いいのかなと思います。で、もう一つ、栄養バトルの場合ですね。で、栄養って、出撃スピードめちゃめちゃ大事なので、HPGL つけまく、HPGL と GodFatherGL、もうこれつけまくるのもね、非常にありなのかなと思ってます。ただ、そうするとね、どうしても攻撃力とかが伸びなくなってしまって、結局勝てなくなってしまうんですよね。普通に、リーダー付きの部隊でも、もう強い人のリーダーなし部隊に負けることって結構あるので、なんでここも結構要審議かなというところもあって、栄養バトルについては、栄養バトルで気まぐれコラム作ろうかなと思ってますので、そちらでいろいろ詳しくお伝えしていこうかなと思います。本当その時の、舞台の割合とかでもとすごい変わってくるので、はい、ですね。では、つけるジュエルについてはね、これくらいにしておいて、入賞法ですよね。まず攻撃ジュエルなんですけど、こちらは、該当カジノ攻撃していったり、あとはヴィーナスとのデートだったり、あとはジュエルボックス系ですね。開けると入手することができます。例えばこれですね、ジュエルボックス。今1箱しかないんですけど、開けてね。こんな感じで入手していくこともできます。ただ、最終的には、各種類、8つ金にするのが最終目標になりますので、なかなか厳しくて。で、そうなった時、課金で集めるにしても、いろんなパックあるじゃないですか。ただ、ズバ抜けてお得なのがあります。それ何かっていうと、ちょうど今来てるんですけど、だいたい月に1回から2月に1回ぐらいで来る、こちらのスーパースロットです。もうね、これがズバ抜けてお得です。コイン使って、スロット回して、そのポイントでね、いろんなアイテムと交換できるイベントなんですけども、こちら、25,000ポイントで、1回のイベントで最大2個。こちらの JL 交換券 S と、交換することができます。で、この25,000ポイントって、だいたい、一気に買うか、ちまちまやっていくかによってもね、違うんですけど、だいたい15,000円から2万円くらいですね。それくらいコイン買えばね、25,000ポイント達成できると思います。ただ、他の課金で、攻撃シェル一つ S にしようと思ったら、もちろん引き次第なんですけど、だいたいもう3万円からもう5万円かかったりしますし、さっき見せた通り、ジェルボックスはね、ランダムだったりするので、あとは一番いつも売ってるパックの、このシャイニングジェルパックですね。これとかでも、引ければいいんですけど、なかなか引けないので、30箱で攻撃ジェルの S が1個出るかって言われたら絶対出ないの、絶対じゃないですけど、基本は出ないので、保証分の、この、白の攻撃ジェルとかも12個もらえますけど、一番この、白を256個集めて、金一つなので、そう考えるとそこまでね、最低保証分も多いしわけじゃなくて、なので、25,000ポイントでの交換っていうのがね、かなりお得なのかなと思います。あとはこれ、副産物もね、結構美味しくて、そこでジュエルボックス手に入ったり、あとゴールドもね、結構手に入ったりするので、非常に良いのかなと思います。で、あとはこちらの HPGL なんですけど、最初ちらっとお伝えしたんですけど、州長戦の名声での交換ですね。そこで、ゴッドファーザージュエルが、ゴッドファーザージュエルの金が18万名声で1回の州長につき1つ。で、各 HPGL は、紫のが、1つ2番名声で、各4つですね、交換することができます。なので、ギャングシューターバイカーで4つずつなので、合計12個ですね、交換することができます。州長の名声交換って、このジュエルのためにあるので、これ全部交換するのに、合計で42万名声、必要になるんですけど、これ以上名声毎回稼いで、名声余りまくってる方は別なんですけど、基本的にはこの、ゴッドファーザージュエルと HPGL に交換していくのがいいんじゃないかなと思います。
一応投資ジュエルについては、このロード系のイベントですね。こちらの方でレアボーナス開放すると、獲得することができます。はい、ということで、今回はジュエルについて、いろいろとお伝えしてきたんですけど、このジュエルって、相手からは結構見えない部分で、装備は見えるんで、その情報から、相手の兵隊構成とか予想することはね、少しできるんですけど、ジュエルって見えないんで、それから予想することでできなくて、逆に装備が、この人ギャングの部位少ないから、シューターバイカーどっちかメインに来るのかなと思ったら、逆にギャング攻撃ジュエルめちゃめちゃ寄せてて、ギャング寄りのバランスとかもね、平気で起こり得るので、このジェルっていうのはね、このゲームを深く楽しめば、楽しむだけね、奥深くなっていく要素なのかなと思います。ただ基本は、戦闘装備に防具ジェルをつけない。これを意識するだけで、だいぶ変わってくると思いますので、今回の動画がね、参考になれば、嬉しいなと思います。はい、では最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいのでね、ぜひよろしくお願いいたしますということで、バイバイ。